にちは。今日は12月のお給料の仕分けを紹介していきます。今月はね、手取りがちょっと増えていたんです。毎月だいたい17万円ぐらいなんですけど、今月はね、約19万円くらい入ってて、なんでかなって明細を見たら、12月はね、所得税還付でだいたい1万円 ?9900 円ぐらいと、あと私が前、資格の試験を受けたので、それの受験料が返ってきてたんです。なので、今月は手取りがだいたい19万円スタートってなってます。それじゃあね、先月と同じように優先順位が高い順に3つ設定します。貯金、固定費、変動費です。ちなみにすでに財形貯蓄で1万円引かれているので、貯金は1万円しているスタートです。じゃあまずね、すぐに引き出せる貯金っていう名前の貯金からです。2021年4月から2021年11月まではね、手取りの約 10% である2万円をここには入れてました。だから今は16万円貯まってるんですけど、でも今月から積み立て NISA を満額やるために、このね、すぐ引き出せる貯金は1000円に変更しています。この貯金はね、いずれ引っ越す際の費用とか、引っ越さなかったらこのマンションの更新費、あと冠婚葬祭っていう急な出費に対応するためにやってます。あるかわかんないんですけど、私結婚式とか、お葬式とかのマナーとかルールよくわからないから、ああいうの参加するのちょっと怖いです。周りをキョロキョロしてなんとなく雰囲気合わせてますが、ああいう儀式みたいなのってすごく緊張します。で、次に積み立て NISA ですね。先月までは5000円分やってたんですけど、やっぱり満額にしたいなと思って。なので、1月からは33,333円やってます。なのでね、34,000円って計上してます。以上から貯金は35,000円です。そしたら、次は固定費です。固定費は3つあります。まずは家賃です。家賃は教育費、水道代込みで62,000円です。手取りのね、30% を超えているからめっちゃ高いと思います。でも、家賃とか、後からね、説明する、電気代を除いた、それ以外の条件、立地とか、設備とか、周辺環境、そういうのは完璧に理想通りだから、快適なんですよね。引っ越せずにね、ずっと住み続けてます。次が、奨学金ですね。奨学金は毎月14,222円引かれるので、だいたい15,000円を計上しています。無利子だからね、繰り上げ返済はしないつもりなんですけど、でもね、毎月15,000円がね、消えていくからね、結構悲しいです。固定費の最後が通信費ですね。これはね、携帯代のアハモで3,000円と Wi-Fi の3,800円で、だいたい6,800円なんですけど、7,000円って計上してます。アハモはね、ゴールドカードを持ってると25ギガ使えるんですけど、でも今年はね、ポイントバックがあったから、ゴールドカード作ってたんですけど、でも来年からはそういうのないので、そろそろカード解約する予定です。メリットは25ギガだけで、普段使いもそんなにしてなかったので、このカードは。なので特に問題はないかなって。20ギガに戻っても今でも余ってるので、おそらく大丈夫な気がします。でね、Wi-Fi なんですけどね、最近 Wi-Fi 遅すぎてどうしようかなって考えてて、
5G が使える回線に変えようかなって迷ってきました。この辺はなんかね、光回線が引いてあるらしくて、週末になるとね、インターホン鳴らすセールスマンが来るんです。なんかね、最初はマンションの電気工事についてどうたらかーたら言ってたから、大事なやつかもと思って話聞いてたんですけど、なんかね、だんだんみんな営業マンなんやなってわかるようになって、最近はもう録解除せずに、はいはいって聞いちゃってるんですけど、やっぱどれもこれも5000円近くするし、あと説明がよくわからない。あともし解約した場合、発生する費用がちょっと高すぎなので、迷ってますね。ということで、通信費は今月もね、変わらずに約7000円です。以上でね、固定費は84000円です。つまりね、今月の、貯金プラス固定費は合計で約12万円かかってます。で、NISA を満額にした分ね、やっぱりちょっとだけね、圧迫感を感じます。今月は手取りが19万だったから、まだ変動費、この後の変動費で上限7万円まで使えるってなってるんですけど、来月からは普通の17万円に戻るので、変動費の上限5万円になります。多分厳しいんじゃないかなって思ってます。これまでのあれを見てると。で、プラス来年からは住民税が追加されたら手取りが16万円になるので、そう、かなり厳しいんです。なんか NISA やるためにね、どこを削ろうかもうちょっとね、絞れるところをね、ギチギチに締めないとなーっていう感じです。じゃあ今から変動費いきます。先月と同じで毎月の動きがそんなに変わらないものを順で紹介していきます。まずは食費です。食費はね、お酒やお菓子などの嗜好品も含みます。キロ買いしてるアーモンドとかナッツ、あとお米とかはね、買った月は少しだけ予算をね、多めに取るんですけど、12月はそんな出費なかったので、普通のあれなんですけど、私大学時代から自炊とか作り置きがメインで、食費1万5000円でいけてたんですね。だからこれまでも11月までは1万5000円でやってたんですけど、でも今月からは2万円に変えました。やっぱりね、働き始めてからどうしても疲れてしまって洗い物がしたくなくて、そのまま寝て次の日の会社のお昼ご飯をコンビニで買っちゃったりとか、あと甘いもの食べたくなって仕事帰りにちょっとお菓子買ったりとかで、ここ1年でね、やっぱ1万5000円以内無理やなってなったので、今月からは2万円にしてます。ちなみに先月は約1万8000、先々月は1万6900円だったので、2万円ならいける気がします。さっき言ったお米とかナッツを買った時は、プラス3000円でね、予算を立てるつもりです。じゃあ次にね、電気代ですね。この家の最大の欠点。本当に電気代が高い。私すっごく冷え性で寒がりやから、暖房とか電気毛布、温感カーペット、ヒーターとかもガンガンに使ってて、でも節約は大切なんですけど、辛い思いをしたり、なんか健康を害してまではしたくないなって思ってるので、これはね、もう必要経費だって割り切ってます。12月3日スタートで、12月27日の時点で7700円かかっているので、1ヶ月締めなんですね。だからおそらく1万円かなって見積もってます。冬は高くなります。次が日用品ですね。日用品は洗剤とかゴミ袋とかの消耗品とかです。あとね、今月からもう少しね、家計管理真剣にやろうと思って、100均でこのね、仕分けのポケットを買ったので、これとかも含みます。キャッシュレス決済だと自分が何にどれだけ使っているのかっていうのがちょっと実感が湧きづらいので買ってよかったです。私こういう仕分けみたいなやりくりみたいなのがすごく好きで、なんかちょっと趣味みたいな感じでね、これとかもね一緒に買っちゃったんです。めっちゃ面白くないですかこれ。なんかお店みたいと思って。そう、使うかわからんけどなんかちょっとね面白いなと思って買ってみました。そういうのとか、なんかちょっと趣味っぽいのも日用品に入ってますね。毎月はね、だいたい2000円で出してるんですけど、今月はそういうちょっと趣味っぽいのとかも買ったので、3000円ってね、計上してます。
次が、美容費ですね。ここはね、服や小物、コスメ、美容院代などが含まれます。あと私は綺麗なものとか可愛いものが好きなので、そういうなんか可愛いと思って買ったこまごましたものとかも全部美容費とかに含ませてます。だからね、これはちょっとね、お小遣い費っぽい側面もある感じですね。そう、こういうのとか可愛くないですか？絶対にね、スマホのなんかタスク管理アプリとかで代用できるやろうな、みたいな感じなんですけど、これとかもなんか可愛いなと思って、これ袋の袋なんです。ここが袋になってるみたいな。なんかそういうちょっとね、ちょっと可愛いなって思ったものとか、1000円いかないくらいの、なんかちょっと自分がときめくものみたいなものは美容費とかに含ませてますね。で、今月はね、そういうのと、あと服をね、1着買ったので、だいたい5000円です、美容費は。12月はね、あんま使わないです。1月にね、初売りセールとかなんかいろいろあると思うので。美容院はね、来月行こうかなって考えてます。なんかね、毎回ね、イルミナのブルーで暗めにしてるんですけど、色落ちが早いんです。で、次が、病院ですね。1月初めに歯医者さんのクリーニング予約があるから、4000円計上してます。定期検診だけだとね、1000円くらいなんですけど、ね、クリーニングになると4000円くらいします。まあでも、スッキリするからいいですね。虫歯は1個もないんですけど、でもなんか目と歯は大切にしなさいってお母さんが昔から言ってたから、異常はなくてもね、眼科と歯医者さんには定期的に通ってます。やっぱね、病気になってからかかるより予防が一番費用も時間も痛みも少なくてコスパ良いって思ってます。で、次が書籍費ですね。これは勉強とか趣味の本とかいろいろ含むんですけど、最近ね、会社になんかね、図書館みたいな貸し出し本棚コーナーみたいなのがあるって教えてもらって、でね、そこにね、今まで読んだことない本がたくさんあって、で、ここ最近はその会社の本を読んでますね。だから今月はね、0円だったんです。最後は交際費ですね。私の中での交際費は、お土産代とかプレゼント代、あと旅行代、お茶代、外食費などです。誰かのためにとか誰かと一緒に使うっていうお金です。前回出たね、ボーナスの分で、家族のね、分のプレゼントは用意できたので、今月のね、交際費はちょっと自分用がメインになります。ちなみにね、会社からね、クリスマスにお菓子をもらったんです。これ、なんかね、めっちゃ可愛くないですか？なんかよくわかんないんですけど、なんかみんな、会社の人たちがね、美味しいお菓子って教えてくれたので、安心です。これは家族にね、プレゼントする、お土産になりました。あと、そう、交際費は、帰省に関する交通費とか、戻りのお土産代とか、そんな感じで12,000円計上してますね。コロナ禍なのにね、なんか帰省するの、やばいかなと思いつつ、ということでね、以上で変動費は今月はね、54,000円っていうことになりました。で、3つの合計合わせて35,000円、85,000円、54,000円で174,000円ぐらいですね。手取りはだいたい19万だから、約2万円くらい余ってくるので、これは貯金に回します。今月はね、結構締めるところは締めるっていう生活で、そう、なんとかできたんですけど、でも17万円に戻すとね、これ赤字確定なので、ちょっとね、変動費、固定費を含めて削れるところがないかね、再点検してみます。NISA 満額は絶対に守り続けます。なんか、所得税還付とかボーナスって、お金をね、いただけるのはめっちゃ嬉しいんですけど、でもなんか私は自分のお金だっていう認識がね、あんまりありません。なぜならね、自分が何か価値を提供して得たものっていう実感がないから、なんか自分のお金なのかなこれって、なんかね、ちょっと使うときね、怖くなるんですよね。
なので、なんか、口座にね、全部丸投げしてます。私はね、なんか、毎月の働きで得る17万円の給料がすっごく嬉しいです。それをいかに余らせて、で、投資や貯金に回せるかって考えることが、なんかね、ゲームみたいでね、割と面白いんですよね。あとはね、来月の仕分けの軽い予告なんですけど、最近またちょっとね、恋したいなーってね、漠然とね、思うようになってきたから、でも安定に出会いはないんですよね。出会いはないんですけど、でも自分から動かないと、やっぱり、ないものはないので、だからね、自分から動かなと思ってね、1月から動く予定なんですけど、まあコロナやからやばいかなって。でも一応念のためデート代を計上しておこうと思ってます。会うのはね、お昼のカフェとかにしたいから、まあ大体3000円くらいかなって考えてます。だから来月は、もしうまくいったら交際費がバーンって上がるのかなって思ってます。まあどうなるかわかんないんですけど。これほんまに面白い。なんかハンコとか買って自分でやってみようかなって思いました。っていうことでね、めちゃくちゃ質素な生活なんですけど、参考になると嬉しいです。これでおしまいです。ありがとうございました。